こんにちは、アンナスです。今日は無印良品のボートネック長袖 T シャツっていうのを買ってきました。ボーダー T シャツですね。こんな感じ。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、ボートネック長袖 T シャツっていうのを買いました。なんかね、多分画面だとちょっと分かりづらいんですけど、水色っていうちょっとスモーキーな感じで、ちょっと優しい感じのボーダーです。私ボーダー好きなんですけど、割とはっきりしたボーダーはよく売っていて、いろんなところからね出てるんですけど、これすごい好きな感じだったんで、で一緒になんかこの今流行ってるなんかシアーなんとかっていうすごい薄手のこれ1枚じゃちょっと着れないなっていうやつがあってこれを中に入れて重ね着してやると可愛いだろうなと思って、こうチラッと見せるだけ、この肩のところから多分ねちょっとだけ見える感じになると思うんですけど、なんかこれで着ると可愛いかなと思って一緒に買いました。これ名前なんだっけ、ちょっと後で調べます。まあ今日はこれに刺繍しようかなと思ってます。で、今日も小さな刺繍図案の星の王子様をやろうと思います。なんかいつもずっとお花の刺繍ばっかりやってたんですけど、たまにはキャラクターを、私どっちかっていうとキャラクター刺繍の方が得意なので、得意っていうかまあ図案いっぱいあるので、なのでこれをここにもうバーンと刺繍して、なんか星の王子様グッズで売ってそうな感じに仕上げるとどうだろうみたいな。なんかね、ちょっとあったかくなってきたし、なんかそういうちょっと、なんかボーダーだから船でもいいかなと思って、船の図案も結構いろいろあって、この本にも載ってるんですけど、ピーターパンの船の図案もあって、これピンクなんですけど、なんかこれに合う色でやっても可愛いかなとは思ったんですが、あまりにも普通すぎるので、せっかくだから星の王子様、これちょっとちっちゃいですけど、実物もうちょい大きいので、それで刺繍しようと思います。ということで、いつものスマプリで写します。じゃあちょっと図案を写すところは角度を変えます。ではスマプリを開けます。もう使いすぎて歯切ればっかりなんですけど、本当は A4 サイズが2枚入ってます。で、なんか使えそうなとこを探して、この辺かな。ちょっとケチケチ使っているので、この向きがいいかな。で、ザラザラの方が、書く方です。ツルツルは剥離紙、めくる方の紙なので、これで細い何ミリ 0.05 ミリのペンで書いていきます。もう実物大でいいので、本をそのまま写してください。では図案が写せたので、ハサミで切っていきます。できるだけ余計なところは切っといてください。図案より外側1センチぐらい残っていればいいんで、あとは頑張って溶かさなきゃいけないので、後で剥がしてから溶かすっていうこともするんですけど、もうある程度その周り1センチから 1.5 センチぐらいは開けて置いとけばそれで OK です。で、位置を決めます。この辺かな。身幅があるんで、体はペラペラじゃないので、体の幅の分
があるので、それを考えてもらって、だからこの絵に合わせてやってしまうと結構この折り方だとこの上の方に行っちゃうんですよね。この辺が今だとちょうどいいんですけど、実際に着てみると若干上の方に上がって見えてしまうので、なのでちょっと鏡を見ながら貼ってもらうのが一番いいです。で、貼り方なんですけど、スマプリは一気に全部めくるとぐちゃぐちゃになりやすいので、ならない人もいるとは思いますけど、ちょっとめくって角をちょっと折ってからめくって、全部剥がさないで少しだけ剥がして、でどっかピッと貼りますこの辺かな。で位置が決まったら裏をビーッと剥がしていくんで、ちょっと鏡を見ていきます。鏡で見てきて、今貼ったところで大丈夫でした。なのでこのままそーっと剥がして貼っていきます。結構ね、横になっても斜めになっても割と向きは空飛んでるんで、割と何でもいけそうな感じです。で、下に黄色を重ねるんで、王子様が黄色、髪の毛が黄色なんで、ここの髪の毛の色だけちょっとその下に切るやつと色合わせようかなと思います。あとはそれでちょっと色を考えます。刺繍糸を決めたので、できるだけ色は少なくして、で私はもうコスモの341がもう肌色にぴったりだと思っているので、もう自分で刺す時はできるだけ DMC 使う時ももうずっと肌色はコスモにしてます。で、まず肌色からですね。今あんま肌色って言わないから、本とかだと最新の美味しい刺繍とか雑貨の刺繍はなかったかな。なんか肌色って書かずに、薄オレンジとか、なんか物によってはペールオレンジとか書いてるんですけど、なんかこの前問い合わせが出版社に来てて、肌色載ってないんですけどって言われて、それ薄オレンジですみたいな返事をして、今時のご時世ですね。昔の本はね、普通に肌色って書いてました。もうここ5、6年前ぐらいからはちょっと変えてます。なので皆さん、私の本を買ったら探してください。薄オレンジとかペールオレンジとかを探してください。で、枠をはめて刺繍を始めていきます。で、顔から始めるんですけど、小さい波縫いを作るのに顔のところだとちっちゃすぎるので、玉留めの代わりですね。波縫い2つ入れてギリギリで留めて1つ前の穴に刺します。で、この出てるところをハサミでギリギリでカットします。で、まずちょっと耳と顔がつながってるんですけど、分けて考えてください。横に1本基準を入れます。そして上と下と埋めていくんですけど、どちら側を埋めてもいいんですが、基本的には隣隣に刺しますね。サテンステッチっていうのは面を埋める刺繍で、横横に刺し埋めます。なんですけど、前のところでもうちょっと足したいなとか、ちょっとこれ薄かったかなみたいなのがあれば上から足して OK です。しっかり色が乗ってる方が仕上がりが可愛いので、どんどん色を足してください。もう別に手順はね、いいですこれをパッと見た時にこの人手順間違えてるとか絶対わかんないんで、もう仕上がり良ければ全てよしでやってますので、それでやっていきます。で、ここがちょっと今回ポイントかなと思う部分なんですけど、この髪の毛、ギザギザの前髪
これこのまま表現しなくていいです。とりあえず全部埋めてください。そして髪の毛を刺す時に上から刺すので、このギザギザは一回潰してもらっていいんで、こうやって丸い感じのおでこっぽいものを作ります。で、上から刺すから刺繍が少ないと上から刺繍糸こう刺繍針刺した時に糸が割れてしまうので、糸が割れて下の布が見えてしまわないようにちょっと厚めに刺しておきます。だから刺繍の上に刺繍を重ねるもの、例えば動物とかだと目をつけたりするんですけど、目の刺繍する時もやっぱサテンステッチの上から刺繍を入れるから糸が割れちゃうんですね。なので多めに刺します。っていう感じで、まず顔の部分だけを埋めていきます。そして顔が刺し終わったら耳を刺します。真横でもいいけど、私はいつもちょっと斜めに刺してます。で、サテンステッチが隣同士のものは、内側から針を出すとこの顔のところから突然針が出てきたりとかして結構難しいので、外から針を出して手が上にいる時にさっき刺した顔の刺繍のここの同じ穴を狙って埋めます。で、耳はあんま大きくしなくていいんで、ちょっと入ってれば OK です。で、今肌色持ってるから全部肌色やりたくなるんですけど、一旦終わらせます。でないと、例えばここだと手を先に刺しちゃうと、後で腕をこのサイズで入れたかったのに、なんかちょっと思ったサイズに入らないとか、ちょっと手が大きくなりすぎて袖が七分丈になったみたいな、なんかいろいろ不具合が出てくるんで、一つ刺繍をしたら隣に広げていきますっていうのが、その本に順番が書いてあるのがその法則ですね。で、糸を終わらせる時は裏に2回ほど表に響かないように絡めます。そしたらもう絡まって止まっているのでギリギリで切って大丈夫です。で、こんな感じで出来上がったので、今度は髪の毛を刺していきます。1本ずつ抜いて、針には2本一緒に入れます。2本取りですね。で、端をちゃんと揃えておいて、で、2回目以降、最初は並縫いしたんですけど、2回目以降は裏にきっかけがあるので裏の糸に絡めます。なので、裏に絡めて終わらせる。また始めるときは裏に絡めて始めるをずっと繰り返していきます。このパーツが終わって別のとこだとまた並縫いから始まるんですけど、そういう感じでやります。で、今ちょっと布がたわんできたので、ちょっとしっかり伸ばして。で、こういうギザギザは髪の毛にかかわらず、何でもギザギザを刺すときは、この出てるところ、デコボコ出てるところとへこんでるところをまずガイド線を入れていきます。で、この時にさっき前髪をもう潰してしまったんですけど、このタイミングで入れてください。なのでちょっと図案とかその写真とかを見ながら、この辺かなみたいな感じで、なんかざっくりでいいです。この下絵通りにならなくてもいいので、ざっくりガイド線を入れて、後でちょっと微調整してください。刺しながら上から足せばなんとかなるんで。で、星の王子様って結構ラッキーなことに、原作者の人って絵がうまいわけではないんですけど、なんですけど原作者の人はすごく絵がうまいわけではないんですね。すごく文章は素敵なんですけど、絵はなんか自分でも描いていらっしゃる通り、
ちょっと苦手ですみたいな感じなので、そこがちょうど良かったです。こちらとしては再現するときにちょっとこうアレンジしやすいので、こんな感じかなみたいなので再現してもらえばいいです。で、長いところと短いところを作ったので、あとは間を埋めていきます。で、こういう感じでこうジグザグと。なんかたまにこのおでこあたりにちょっと刺してあげると、その下絵のこのギザギザでもなんかそんなに厳密にギザギザできないので、もう刺繍糸とあとこのサイズが限界があるんで、もうなんとなくでいいです。普通にオールバックのおでこで大丈夫です。で、埋まったかなと思ったらまた裏に絡めて終わらせます。で、この下絵のところは後でこのスマプリを溶かすので、ちょっとぐらい残っててもいいです。こんなもんかな。で、これで絡めて2回ほど絡めてっていう感じで、1つ作ったらまた隣のパーツっていう感じです。で、あとはね、本に書いてあるので、その向きの通りに裏に絡めて、これこうちょっとこう放射状になってますけど、斜めに刺して、その後腕を刺します。はい、マフラーと腕ができたので、次はお腹を刺します。お腹も真ん中に基準を1本入れて、で上と下と埋めていきます。で、この時に、平行に刺すのが難しいなっていう場合は、ちょっと先にガイド線を入れて間を戻って埋めると埋めやすいです。平行も保てるし、あと幅が結構だんだん細くなってきたりとかすると思うので、そういうのも2、3針先にガイド線を入れて戻りながら間を埋めてって、ちょっとずつワンブロックずつっていうんですかね、埋めていくと埋めやすいです。で、これも外側から内側に、外側から針を出して内側の手が上にいる時に同じ穴を狙うっていう感じで埋めていきます。で、これが終わったら奥の袖も埋めていきます。はい、結構緑多かったですけど、ここまでできたので、では縦に刺します。なんかどの女の子とかなんていうか人物やる時もそうなんですけど、こっち向きに袖がこう横だとしたら、それに向かって90度に刺した方がこの指っぽい感じが出るので、わざとこう向きを変えて指先みたいな感じに見えるように刺してます。たまたまやったら狙ってたわけじゃないけど、なんか指っぽく見えたから、指っていうかこの握ってる時のこのデコボコ感が出たかなって思うので、これでやってます。ってことでちょっと向き変えてください。で、終わったら反対側の手もやって、で足も刺繍したら星の王子様は出来上がりです。はい、ではできたので、今度は鳥を刺繍します。枠を外して鳥の方にはめ直します。なので大きい枠は使わないんですね。もう私はずっとこの8センチの刺繍枠を愛用していて、どんな大きい作品も全部これではめ直して刺しています。これはやっぱりメリットは、このサテンステッチがくちゃくちゃにならないってことですね。大きい枠だとギュッとこう引っ張った時に布が縮まって最終的にこうシワになってしまうので、それを防ぐためにもう必ずやっぱシワはできてしまうんですけど、小さく貼っておけばピンとなって綺麗に刺せるので、
なので小さい枠を使います。そして、刺繍糸あんまり色を使わない方がいろいろ服が合わせやすいのであんまり使いたくないんですね。なので、赤はもうちょっと強い色だからもうここだけにしておいて、多分ネットとかで検索してみてもらうと、この図案っていうかイラスト全部黄色で塗ってあるんですね。なのでもう色はこの本に関しても私が好きな色を入れたわけなんですけど、今回も好きな色をこの服に合わせて色を選びました。なので黄色と黄緑は同じ色で、それにちょっと緑をこのグラデーションで濃いめの色を足して、でこれでなんかこうちょっとこうまばらにいい感じになるように刺していこうと思います。では緑でこれをこの真ん中の子を刺していこうと思います。ちょっと小さいんですけど頑張って並縫いを入れてギリギリで留めて一つ前の穴に刺して、で出てるところをハサミで切ります。で鳥の図案は図案を見てもらうと分かるんですけど、このタイプの子とだから左右対称になっている図案と、ちょっと向こう向いてる背中向きの子がこの3つかな。でこの反対側の反り返りなんかここに線が入って、こっちは背中の線があるんですけどこっちお腹の線が見えててっていう、1,2,3 パターンぐらいかなあります。そしてもう図案の通りの向きで刺してもらえばいいんですけど、これは横横でまず頭と体と横横に刺して羽は縦に刺します。でこのちょっと斜め向こう向いて背中の線が見えてるやつはここがつながってるのかな、羽と体がつながってるみたいな感じで、図案を見ながらその通りに刺してもらうといいと思います。ってことで色はちょっとこう考えながらばらつきを持たせて配置していきます。でここはねなんかそんなに鳥を忠実にリアルに再現したいわけではないので、もうくちばしも同じ色で刺していこうかなと思います。なので今ここ緑で刺してるんで、くちばしはストレートステッチって言って出して入れてだけの1本だけのステッチを入れます。でまた続きって感じで鳥を全部完成させていきます。はい、鳥が全部刺せたので今度はここをアウトラインステッチで刺していきます。でも裏絡めてあるんでまず1目作ります。1目は2ミリぐらい、1.5 ミリでもいいかもでちょっと先に出します。で最初に作った1目をちょっとギュッと押して糸を割らないで糸の下に刺します。半分ずつ重ねるステッチですね。でまた次ちょっと先に出してギュッと押して刺す。でこれを繰り返していきます。で刺す方向は今向かって上の方に刺してるんですけど、上とか下とかいろんな方向に刺さないで同じ方向に刺します。向き変えれば逆にはなるんですけどっていう感じでひたすら同じことを繰り返していきます。なのでここのラインは上側に刺してるんですけど、こっち側は下に刺したりしても別にいいです。なんかこのブロックが変わればそれぞれの向きで刺してもらって大丈夫です。ではこれで全部刺していって、このちょっとここに挟まってるんですけど、星の王子様が持ってる下にちょっと垂れてる紐も全部刺繍していきます。はい、では刺繍ができました。
こんな感じです。ちょうどいいですね。色もこの赤がワンポイントで、ちょっとこう赤がないとちょっとぼんやりするんですけど、これで割と締まったかなっていう感じです。で、この最初に貼ったスマプリですね。これを剥がしていきます。本当はお水で溶かすんですけど、水で溶かすのよりももう先にちょっとちぎってしまって、ちょっとやっぱこうベタベタが残ったりとかはすると思うんですね。今冬っていうか春っていうか、ちょっとまだ寒い時期なんでいいんですけど、夏とかだとその温度で気温で割と溶けてしまったりもするのでベタベタしがちなんですけど、今は大丈夫です。でこんな感じでその余計な部分はちぎっていって、この中とかは多分ちょっと大変なのでもう置いといて、お水で溶かして大丈夫です。だから私はざっくり取って、あとね洗濯機で回してます。洗濯機回したらもう完全にきれいに取れます。服だからね必ず洗濯すると思うんで、それでネットとかに入れてもうガンガン回してもらっていいです。最近服にハマって過去に作った服をよく着てるんですけど、もう洗濯機回しまくりですけど全然へっちゃらなんで、皆さんも気軽にスマプリ使ってください。ということでだいたい取れたかな。あともうちょっと綺麗に取ってって感じにしようと思います。かわいいってことで、皆さんもよかったらねぜひ真似してみてください。なんか星の王子様ミュージアムとかで売ってそうな感じ、言い過ぎですかねになりましたね。はい、ではぜひぜひ真似してください。以上です。はい、仕上がりました。こんな感じになりました。ボーダーの T シャツに下にそのシアティっていうなんか黄色いの一緒に売ってたんで一緒に買ったんですけど、これ合わせてみたらちょうどよかったです。でやっぱりねいつもお花ばっかりだったので、ここにワンポイントちょっとキャラクターものが入るとちょうどいい感じになるかなって思います。私はこういうのも結構好きなんで、なんか今ちょうど下を白いスカートで合わせてるんですけど、なんか普通にジーンズとかでもいいかなって思いました。なんか白のワンピースとか好きすぎるのでいっぱい持ってて、なんかいつもコーディネートが一緒なんですけど、皆さんもぜひこんな感じでちょっと春らしい感じのコーディネートになると思うんで、ぜひ真似してやってみてください。それでは、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あとはファンボックスっていうところで毎月の刺繍って言って月に1個、図案をアップしてます。で他にも限定ライブとか、あと抽選会、私の作ったものを皆さんにプレゼントする、のとかいろいろやってるので、もしよかったら遊びに来てください。あとねインスタグラムとかネットショップとかいろいろやってるので、ちょっと追いかけてもらえると嬉しいかなと思います。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら。